はい、合格なんでこのフレーズはその難しいって分かんないけど、合格だったよね。ちょっと待って。Right, okay. Kiera speaks Japanese. そういう感じだったっけ？本当だ。うっす。皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。本日はですね、キアラのステイアットホームの155日目でございます。はい。そして、キアラちゃん、眩しいよと思ってる方がいると思うんですけど、まあ先週の動画はね、結構重たい話だったからめっちゃ泣いた。結構重たい話だったから、今日は眩しい洋服を入りながらもうちょっとライト軽い話をしてみたいと思います。で、今週のテーマは学語に関してのアドバイス。学語、語学、外国語。ちょっと待って、確認しようちょっと待って、語学、The study of language。 今日のテーマは語学に関してのアドバイスです。はい。皆さん、Kiara speaks Japanese but 完璧じゃないので、もしミスがある場合、ぜひコメントの中で書いてください。どこのミスと正解の言い方を書いたらすっごく助かるなんで、よろしくお願いします。Yay! So, this week I want to talk about my advice for learning languages. キアラが語学に関してのアドバイスを話したいと思います。で、キアラが日本語を勉強してこういう方法を使ったんですけど、英語でも日本語でもフランス語でもスペイン語でもこれを使えるんじゃないかなと思ったのアドバイスは一応ピックアップしました。で、キアラは先生じゃないからご注意ください。これはキアラに関してうまくいったの方法だけなんで、自分のお好みのやり方を、してください。お好み、お好み焼き、腹減った。So、語学に関してのアドバイスの1、My first advice は音楽とカラオケです。Yes、意外と。キアラは日本語をちゃんと座って勉強しようと思った前に、日本語のポップスがすっごく好きだった。ジャパニーズポップスがすっごく好きだったから、知らない間、耳の、聞き取りがすっごく上手くなったらしいんですよ。で、喋ったら発音もね、もう本当に日本語を初めて勉強してますみたいなことになったのに、発音は自分で言うけどめっちゃ綺麗だったよ、私の発音。 So I think 本当に音楽のおかげと思います。やっぱり好きな音楽だとね、歌詞が覚えやすいやんか。意味が分からなくても勝手に口が動いちゃうやんか。それが勉強なんですよ。Like 気づかないかもしらんけど、耳の例えば、英語と日本語の違いだったら A-E-I-O-U があいうえおになってるなんてもう勝手に覚えちゃうんだよ、耳が。あ、これが日本語だみたいな、これが英語だって急に、理解できることになっちゃうんだよ。で、カラオケに行ってその口の形、ね、唇はこうやって開いてとか、舌はもうちょっと上に行かないといけないなとか、好きな音楽を、好きな曲を歌いながらそういう練習をできるなんてすごくない？だからキアラが気づかなかったけど、これから、語学を勉強したい方はぜひそのレングエージの音楽を歌ってみてください。もうすごくいい勉強になると思うよ。セカンドは、語学に関してのアドバイス No.2 すぐ使えるフレーズから勉強してください。あ、このシチュエーションになったらどうしよう、これも勉強しよう、あ、これも勉強しようって感じになると思うんだけどね、最初。もうどういうシチュエーションでもちゃんと話できるようにしたいと思うんですけど、赤ちゃんの時ちょっと
覚えてみてっていうのはちょっとおかしいなんだけど、やっぱり赤ちゃんは自分が使える、自分が欲しいものをゲットできるような言葉を最初から勉強するんでしょ。ママとかパパとかが欲しい時、そのママとパパを言えるようにとか、アップルとかリンゴとかご飯みたいな、米みたいな、なんかすぐ欲しいものを最初から勉強してるイメージなんだけどね。赤ちゃん生まれてないからちょっと知らんけど、本当に大人になってもそういうことを覚えて、やっぱり使えるフレーズから勉強した方がいいと思います。じゃないと頭がパンパンになりすぎてちょっと完全にパニックになっちゃうから、本当にすぐ使えるフレーズから勉強してください。例えばキアラは、学校に行くのはちょっと苦手だったから、学校だけではなくちゃんと飲食店、ニューヨークにあるの日本食屋さんに働いて、その仕事の間に使えるフレーズから勉強したの。使えるフレーズっていうとこれなんですよ。皆さんヤッホー、編集中のキアラなんですが、結構いいものを見つかりましたよ。これは2008年にキアラが丁寧に電話できるように先輩が書いてもらった台本なんですが、ちょっとレベルが高すぎて難しかったんですよ。ちょっと読んでみますね。もしもし、そばととです。本日のご予約の確認のためお電話をさせていただいていますって書いてるやんか。でもその時は難しすぎてこんな感じになったんですよ。本日のご予約の確認のために電話しました。だから今頭に入れるのレベルでいいと思うので、ゆっくりレベルアップしてみてくださいな。皆さん頑張りましょう。ご案内者だったからさ、お店の前に立ってお客さんが入ってテーブルにご案内する方だったから、私が日本語を適当で一番好きな色は何とか、これはペンですとかではなく、本当にすぐ使えるフレーズから始まった。そう、ご案内者でしょ。だからみんなが入って、キアが最初勉強になったのはいらっしゃいませの言葉です。 Welcome で、それはすぐ使えるやん。いらっしゃいませからご予約ございますかから何名様ですかからテーブルかカウンターどっちがよろしいですかから申し訳ないんですけどバーに座って待ち合わせしてもらえますでしょうかみたいなフレーズからもうどんどんレベルアップしたんですよ。で、毎日使えるフレーズだったから、もうすぐ使えないといけない言葉だったから、脳みそがすごく覚えやすい感じだったの。すぐこれを使えないといけないからこれちゃんと覚えましょうみたいな考え方になっちゃうから、でそのフレーズから勉強して後でその文法を取って違うフレーズを作ればいいと思うんですよ。例えばそのご予約ございますかって Do you have a reservation? からアレルギーがありますかって、やっぱそのありますかっていうのフレーズは Do you have? みたいな言葉なんだって、じゃあこういうハプニングとこういうシチュエーションだとまた使えるんだって思って文法とかそういうフレーズをレベルアップできたんですよ。で、皆さんはね、もう勝手に今やってるの仕事を辞めて飲食店に働くわけはないから、とりあえず一番勉強になりたいの語学をどこで練習できるを考えてみてから、そういう場所で使えるフレーズから頭に入れてください。For example、例えば、お店に行くでしょ、食べに行くでしょ。急になんだろうね、あなた彼氏ございますかみたいななんか変なフレーズから勉強するより、本当にバーだったら使えるかもしれないよな。ナンパね、バーね、もしナンパがメインだったらそれから勉強すればいいよね。彼女います、彼氏いますみたいなフレーズから勉強してもいいし、食べに行く店だったらすいませんおすすめはから Excuse me What's your recommendation? みたいなフレーズとか、お手洗いはどこですかのフレーズからもうすぐ使えるやんか。お店に入った瞬間にExcuse me, where is the bathroom? のフレーズから時間経ってからもう何回使って
そのどこですかのフレーズは確かに Where is the blah 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 のフレーズなんだって、じゃあこれの部分を取ってこれのタイミング、このタイミングにも使ってみようと思ったらどんどんレベルアップできるんだよ。だから無理やりどういうシチュエーションでも勉強しなきゃと思うより本当に、すぐ使える方がいいと思います。I think it's much better to just start with words that you can use と思います。語学に関してのアドバイスのナンバー3、恥ずかしい気持ちを捨てて、Don't be embarrassed。 本当に自分が生まれたからずっと使ってるの言葉だけじゃなくて、語学も勉強したいの気持ちはすごくいい気持ちなんだよ。自分がレベルアップしたいからちょっとバカっぽい感じになっても喋ってみるの気持ちはすごく大事なんだよ。自分がレベルアップからそれがいいことやで。でそれを相手はね、それが理解できないんだったらもうその人とも練習しなくてもいいから。でカソカソってって感じに笑っちゃうかもしれないんだけど、それからちゃんとあなたがレベルアップできるようなアドバイスとかちゃんとの言い方を教えるんだったら問題ないと思うんだよ。だって誰でも笑っちゃうと思うよ。最初ちょっとビビって可愛いとかちょっと違うんだけどみたいなリアクションが来るかもしらんけど、それからのリアクションステップが一番大事。その人が悪口とかバカにすることだけになるだともうその人ともうつながらなくてもいいんだよ。その人も練習しなくてもいいんですよ。でもそれから優しくちょっと間違ってるよって、もうちょっとこうだよってポンポンポンみたいなことになったら、ベストなんだよ。だからその笑ってるだけの方が言っても大丈夫だよ。自分がレベルアップしたいの気持ちを覚えて前に進んだ方がいいんだよ。Like don't worry about like feeling like kind of silly。 最初は恥ずかしいんだけどもうしょうがないよ。赤ちゃんもそうやんか。赤ちゃんがなんか喋ようと思ったらみたいな変な言葉を出たら笑っちゃうけど、それからね何言いたいのっつってリンゴが欲しいのってリンゴってちゃんと言うでしょ。同じ大人になってもそれをできる方を周りに入れてください。で、すぐねアドバイスナンバー4、4番のアドバイスになるんですけど、このビデオを見てるんだったらインターネットがあるってことやろ、 Wi-Fi があるってことやろ、ネットにつながれる方法があるってことやろ。私が住んでる場所に勉強できないんだよって思ってる方がいるかもしれないんだけど、これみたいにね動画を見てネットで、英語喋ってる方と見つかったり、なんか本当にネットがあるだと練習できる場所ないんだよっていうわけにいいんだよ正直言うともう本当にだからさ本当に探したら出てくるから。英語を教えたい人とか日本語を喋りたい人とかすっごく見つかりやすいと思うよ。本当に YouTube のビデオを見たりスカイプコールをできてる方とか、なんかネットをうまく使いなさい。なんとかなるからマジで。だから好きな語学の音楽を聴いたり、そういうニュースの番組の短い動画を見たり、もう本当にいろいろの使い方があるからちょっとやってみ。ネットの力で、ね、外に行ってアメリカ人に会えない、私が住んでる場所は日本人がいないよみたいな、それだけだとねダメだよ、と思うんだけど。だから、ネットうまく使ってググって、You can do it。 キアラも応援してるからなんとかなるよ。知らんけどまあね、軽くキアラが
使ったの方法だけなんですけど、皆さんはどう英語と日本語、スペイン語とかいろいろ勉強してどうやって一番勉強になったんですか？ What helped you the most in your studies? キアラに関しては、音楽とカラオケ、すぐ使えるフレーズを使えるようにと、まあね、みんな先見たから分かるやろ。分かるでしょ。もうここに書くから忘れてるかーいっつって、こういうアドバイスなんですよ。適当でごめんね。一応ね、キアラは先生じゃないからな。とりあえず好きなものを混ぜたらうまく勉強できると思うよ。それはキアラのベストアドバイスと思います。だから、何を勉強してるかどうかはわからないんですけど、頑張る。キアラも日本語まだまだ勉強中なんで、キアラにもアドバイスがあるんだったらぜひコメントの中で書いてください。Facebook、Spoon、Twitter、Instagram それ全部フォローして、このビデオをいいねを押してまた遊びに来てください。頑張ろうね。Let's do our best. Okay, bye! キアラでした。